こんにちは、レバレントサトシです。今回の動画では宇宙として私たちが存在する意味などについて考えてみようと思います。宇宙が作られた目的というのは、実は私たちを通して無償の愛というのを経験したかったというふうに仮説を考えてみたんですけれども、そのことについてちょっと考察していきたいと思います。短い動画ですが、ご一緒にお付き合いしていただけましたら幸いです。以前の動画で意識を外宇宙に飛ばされたという方のお話をさせていただいたんですけれども、その時にどういうふうな状態だったのかということについて考えてみたいと思います。そしてそれらの考察から宇宙の存在する意味や目的、そして私たちが生きる意味、それから存在意義などについて、紐解いていけるんじゃないかなと思っています。まずその意識が外宇宙に飛ばされたその人の状態っていうのを考えてみようと思います。意識、体、心という3つの関係から、その人はその時にどんな状態だったのかということを紐解いてみます。まず体はその人の住んでいる家にいたですね。これは間違いないことです。しかし意識や心っていうのは、心ここにあらずといった状態で、意識は朦朧としていたというふうに思われます。本人は何もない真っ暗で、生きているのか死んでいるのかわからない状態というふうに説明していましたので、意識は外宇宙と呼ばれるようなところに飛ばされていたように思えます。そして意識が体と同調していないということから、心も不安定で不明確でふわふわとしてよくわからないような状態だったようです。心が不明確というのは、自分が何を感じていて何が好きなのか、そして何をしたいのかといったようなこと、自分自身がわからなくなっている状態です。それは自分に関心がない状態、自分に対して無関心だった状態なのではないかと思います。それに加えて、自分にだけ無関心っていうわけではなくて、他の人、何事に対しても関心がない無関心な状態だったのではないかというふうに思うわけですね。それでは無関心というのは一体何なのかということについて考えてみます。無関心っていうのはもちろん関心がないっていうことなんですけれども、これの反対の言葉、反義語っていうのは愛っていうふうに言われています。以前僕は愛の反義語は嫌いではないかと思っていたんですけれども、そうではなくて、愛の反義語っていうのは無関心だそうです。嫌いっていうのは感情を表すときに使う単語です。もちろん愛という単語も感情を表すときに使うこともあるんですけれども、感情を表すときの愛っていうのは往々にして条件を伴った愛というのを意味しています。それは何々だから愛している、愛しているなら何々をしてほしいなどといった愛に条件を伴う、あるいは理由がつくような愛という意味なんですね。それに対して無償の愛と言われる愛は、理由や条件が伴わない愛、母親が子供を愛するような愛なのだと思います。その無償の愛に対しての反義語が無関心なのです。ということは、無償の愛っていうのは関心がいっぱいある状態だとも言えます。この無償の愛ということについて、ダライラマ法王が言っていたお話をご紹介させていただこうと思います。以前講演会で聞いたお話で、うろ覚えですので、こんな感じでおっしゃっていたっていうふうに思って聞いていただければと思います。無償の愛というのを理解するとき、母親が子供に抱くような思いを思い浮かべると分かりやすいと思います。子供のために何かをしたいというふうに思う気持ちは世界共通であり、そんな愛が無償の愛なのです。しかしながら、愛
っていうのがよくわからないと言われる方も確かにいます。そういう方は愛が何なのかを学ぶ必要があります。その方法は映画を見たり本を読んだり、あるいはさまざまな愛に関する経験を通して無償の愛っていうのを学んでいくのです。そして学んだ後に行動を通して他者に愛を実践していくのです。そのようにダライ・ラマ法王がお話ししてくれた無償の愛なのですが、僕の母親が僕に対してしてくれたさまざまな事柄を思い浮かべますと、泣けるぐらいにたくさんのことを思い浮かべますし、そういった事柄っていうのは無償の愛なのだと思います。しかしながら、無償の愛をなんとなく分かっていても、本当に自分が分かっているかっていうと、実際のところよく分かってないっていうのが本当なのだと思います。そういったことから愛を学ぶっていうことは自分にとっても必要なことだと思いますし、そしてこれは地球、そして宇宙のすべての存在、そして意識にとっても必要なことなんだと思います。この地球のすべての存在が無償の愛っていうことを学んで、そして他者に実践するようになったとするならば、あるいは宇宙のすべての存在が愛っていうことを実践するようになったとしたら、この宇宙は一体どういうふうに変化するっていうふうに思いますでしょう。争いも戦争もなくて、そしてお互いに相手を敬って愛を持って人に接する。それはきっと他者から労働力やお金を摂取することもなくなって、馬車馬のように毎日働かなくてもいいっていうふうになる世界になっていくと思います。そういった状態っていうのは宇宙のすべての存在が最終的に望んでいる状態なのではないかというふうに思うのです。一時的に平和になったとしても、反発してまた戦争や争いのある世界になってしまうということも考えられるんですけれども、もし宇宙自身も愛を学ぶということを目的としているならば、戦いとか戦争があったとしても、どんなことがあったとしても、最終的にはそのような愛を実践する宇宙になっていくと思うんですね。私たちが無償の愛っていうのを学んで実践したことっていうのは、宇宙のどこかに記録されて少しずつ蓄積されていくっていうふうに思うんです。例えば東京湾に杭を一本打ち込むと、東京湾の中全体的な流れが変わっていくっていうふうに言われています。たった一本の杭が大きな湾の水流をも変えてしまう。ほんの少しの出来事でも全体に大きな影響を及ぼすっていうことはあるんだと思います。無償の愛っていうのを経験、あるいは実践したとき、その行為の記憶っていうのはきっと宇宙のどこかで量子の配列に影響を及ぼして宇宙の記憶となって蓄積されていくっていうふうに思うんです。死んでしまったらそれで終わりというわけではなくて、ほんのちょっとした思いや行いだったとしても、その行為は宇宙の中に小さなさざ波を起こして量子を動かして宇宙の遠いどこかに記憶されて、やがて全体に影響を与えていく。そしてそれが無償の愛っていうのを学ぶ宇宙の旅っていうふうになっていって、宇宙が成長していくっていうふうに考えるんです。そう考えてみると、私たちの意識っていうのは死んだ後に宇宙の意識と呼ばれるようなものの中に融合されていって、宇宙の一部になっていくっていうふうにも考えられます。というよりは、私たちの意識っていうのはそもそも宇宙の意識の一部であって、宇宙が私たちの経験を通して愛を学んでいるというふうにも言えます。僕の親父はだいぶ前に死んでしまったんですけれども、彼が僕に持っていた愛、そして、してくれた行為っていうのは消えてなくなってしまったっていうわけではなくて、僕の記憶の中に残っています。そして
僕が死んだ後もやがて宇宙の記憶としてどこかに残っているっていうふうに僕は考えるんですね。そういうふうに考えてみると、私たち人間の存在意義、そして宇宙の目指すべき方向性っていうのは、無償の愛を学ぶということで、愛を知ることが目的なのではないかっていうふうに思うんですね。そして私たちが日々の生活を過ごして振り返ってみて幸せを感じる、愛を感じる、そんなことを実感できるっていうのが本当に素晴らしいんだなっていうふうに感じるわけです。親父が僕にしてくれたことっていうのを振り返って考えてみると、これは本当に素晴らしいことだ。愛を知って本当に良かったなっていうふうに実感しますね。この私たちがいるこの宇宙っていうのは、これまでさまざまな人たちが生きてきて無償の愛っていうのを経験しまして、それにまつわるたくさんの実践をしてきて、行為をしてきて、そしてそれらの全ての経験が宇宙のどこかに記憶されている。宇宙の量子にはそういった無償の愛がたくさん蓄積しているっていうふうに考えるわけです。その量子は光となって常に私たちの周りにあって、いつでも望む時に降り注いでくる。そう思うと宇宙の愛を感じて心があったかくなってくるような気がします。こんな風に考えてみると、宇宙、そして私たち人間の存在する意味っていうのがなんとなく分かってくるような気持ちになってきます。これまでたくさんの人たちに出会って、そしてたくさんの命が生まれてきて、たくさんの人たちが愛を経験して旅立っていく、宇宙へと旅立っていく。そう考えていくと、心はあったかい気持ちになっていきます。こんな風に自分の思いを皆様にシェアできて嬉しく思います。それではこの動画を見てくださりありがとうございます。今日という日が皆様にとって素晴らしい日でありますように。レバレントサトシがお伝えさせていただきました。さようなら。